私の名前はマリ。26歳で脚本ライターをしています。現在は都内のアニメ会社に就職しており、仕事は忙しく大変ですが、毎日充実しています。同世代に比べて稼ぎはいい方だと思うし、何より私はアニメの脚本も含めた物語を考えたり書いたりするのが好きだから、こう言ってしまうと大げさかもしれませんが、転職に巡り会えたと思い、熱心に励んでいます。その一方、プライベートでも学生時代からのお付き合いしている高一に、先日プロポーズされたことで婚約が決まりました。高一は、とある両家の生まれで、社会経験がまるでなく、お高く止まった感じもあるお坊ちゃんでしたが、それでも私のことを彼女として優しく接してくれることから、私も彼氏として向き合っていくことができました。しかしそんな中、高一が不意にこんなことを聞いてきたとき、その事件は起こりました。なあマリー、お前って今年収いくら？その質問に私は一瞬面食らいました。何？やぶから棒に。お前の今の年収、いくらかって聞いてるの。大体でいいんだけど。真顔でさらに聞いてくる高一に、思わず困惑しながら私は言いました。年収か。まず月にいくら稼いでいるかとなるけど、だいたい2、300万くらいになるかな。私のその言葉に、高一は大げさに驚きました。そんなに低いの？ごめん高一。私の話をちゃんと聞いてた？300万というのは月に稼いでる金額で、いわば月収。300万なんて想像以上に低すぎだって。俺の同級生なんて年収8、900万だよ。それに超一流企業に勤めてるし。それはまあ会社にもよると思うけど。っていうか、だから私の話を聞いてるのかって。やっぱり300万なんて少なすぎ。俺と同棲や結婚を本気で考えてるなら、最低でも1000万は稼いでよ。そんな低所得でどうやって同棲生活ができると思ってるの？だから、私の話を聞いてって。こんな感じで、私は何度も高一に説明したけど、高一は完全に300万を年収と勘違いしており、そればかりか私が300万の低所得女と思い込んでしまったようでした。その後に、手取り300万程度じゃ結婚なんてしてやれない。本気で俺と結婚したいなら転職しろ。なんて一方的な要求を突きつけて、私の話を最後まで聞かないうちに、高一は話を物別れにして帰ってしまいました。その後、私は何とか年収と月収について説明しようと、電話やメールをしたのだが、結局、高一は聞く耳を持とうとせず、それから数日はギクシャクとした感じになってしまいました。それでも私は諦めず、なんとか勘違いを解こうと頑張っていましたが、その矢先、さらなる事件が起きました。結婚式前日、あの日から何の音沙汰もなかった高一から送られてきた一通のメール。そのメールに添付されていた画像を見て、私は目を疑いました。その画像には、ホテルから見知らぬ女と出てくる高一の姿が映し出されていました。この画像は重中八九、今でいう浮気画像。私が愕然となっていると、高一から電話がかかってきました。私は飛びつくようにして電話に出ると、高一？この写真は何なの？驚きと困惑のあまり、私が声を荒げると、高一は電話の向こうでこう言いました。何なのって、見ての通りだけど。早く転職しないと、他の女に乗り換えるぞ。あっさりと、悪びれもせず認めた高一に、私はあっけに取られ、そして怒りました。どういうつもり？よりにもよって、
結婚式前日に、自分が何をしているのか分かっているの？はあ？何？逆ギレ？マリが俺の言う通りにしなかったから悪いんだろ。マリだって俺のことをその程度の男としか見てなかったんでしょ。話をはぐらかさないで。なんでこんなことするの？私が光一のどういう通りにしなかったからいけないのよ。だいぶ前にも言ったはずだろう。本気で俺と結婚したいなら、年収1000万稼げるところに転職してって。はぁ？私はその言葉を聞いた瞬間、呆れ果ててしまいました。まさか、そんな理由で結婚式直前に浮気したっていうの？でもマリは、今日までになっても、自分の年収がどうのこうのって話ばかりで、結局転職については何もしようとしなかったよな。それなら、私だって何度も言ってるはずでしょ？つまり、俺にふさわしい女になるのが嫌で、俺と結婚したくないってことなんだろ？なんでそんなこと言うの？それに、どうして私の話を聞いてくれないわけ？なんか、お金のことしか言わなくなってきたし、もう正直、幻滅してきたよ。幻滅したのは俺の方だよ。今日までの数年間、無駄にさせられたわ。さらに悪びれる様子もなく言い放つ光一に、私は怒りというより呆れる気持ちしかありません。何よそれ。最初から金目当てだったってことなの？とにかく、お前とはもう関わりたくない。婚約破棄させてもらうからな。じゃあもうそれでいいよ。私もいきなり年収聞いてきたり、自分に無理やり合わせようとする人は嫌だから。そんな解消なしの貧乏に、こっちから願い下げだわ。もう二度と俺に関わらないでくれ。光一がそう吐き捨てた直後、電話は一方的に切られました。その後、私がやむなく婚約破棄を受け入れると、私の口座に光一から自分と浮気相手の分の慰謝料、そして式場のキャンセル料とおぼしき高額のお金が一括で振り込まれていました。まるで私を貧乏人と嘲笑うかのように。実家がお金持ちだからと思って、多少のお高く止まった振る舞いには目をつむってきたが、まさかここまで金とステータスに目がなく、そして無神経で不死だらな男だったとは。私は光一の本性と、それを見抜けなかった自分自身の甘さに無性に腹が立ったけど、この男にいつまでも関わったり、こだわったりしてはダメだとすぐに割り切りました。むしろ、結婚する前に、光一がどういう男か知ることができてよかったのだと、そう捉えることにして、自分の中の怒りの感情をどうにか寝かしつけました。その後、私は両親と姉に事の顛末を話し、結婚式に招待していた知人や友人一人一人に式の中止とお詫びを伝えました。私の話を聞いた家族はもちろん、知人や友人たちも一様に私には同情的だったが、その中には、かわいそう、運がなかったと言ったり見てくる者がいて、断腸の思いにとらわれました。そして、私は光一との苦い思い出を消し去るために、光一と同棲していたマンションの部屋を売り、会社の寮へと転居しました。仕事は相変わらず忙しく、やりがいがあったからこそ充実していたが、仕事を終えると、会社の最寄り駅にあるファミレスで夕食をとるか、あるいはコンビニ弁当を買って家で食べ、あとはお風呂に入って寝るだけという日々が続きました。ここまでわびしさを感じる日々を送るほど、私は光一が好きだったのだと実感させられ、そして悶々とした日々を送るようになっていきました。そんな中、とうとう仕事でミスをしてしまい、それで上司にたるんでると叱られて、自販機コーナーで買った炭酸飲料を片手に一人落ち込んでいると、
久しぶり、マリ。さっきは何かこっぴどくやられてたみたいだけど、何かあった？と、光一とは違う感じで、覚えのある男性の声が聞こえてきました。私がはっと顔を上げると、そこに一人の同年代の男性が立っていました。その男性は俳優と言われても不思議ではないくらいイケメンで、見た目なら光一に勝るとも劣らないといった感じです。もしかして、ヤマト？私が驚きのあまり、そう大声を出すと、私に向かってにっこりと微笑んできました。そう、彼こそが幼馴染のヤマト。中学までは同じ学校に通っていたものの、高校進学を機に会うことがなくなったけど、最近になって風の噂で新進気鋭の若手声優として有名になったのを聞きました。まさか職場で再会することになるとは。仕事の都合でここに来たんだけど、マリが怒られてたんだもん。ほんとびっくりしたよ。声にはクールな響きがあるものの、優しさも込めてそう接してくる幼馴染に、私は気がつくと、光一との婚約破棄も含めた胸の内を吐き出していました。私のその胸の内に、最初は驚きながらも、ヤマトは親身になって聞いてくれて、すべてを吐き出して、思わず泣いてしまった私の肩を優しく抱いて、こう言ってくれました。そんなに辛いと思うなら、その光一って人のことと、昨日までの自分にさよならしないとダメだよ。それから、一人で抱え込まないで。これからは、俺も力になってあげるから。その言葉を聞いて、私は、はっと目が覚めた感じがしました。今までは忘れなきゃと思ってはいたものの、光一のことが好きだった。光一のことを忘れたくないと、無意識に自分でそれを否定し、結果として自分で自分を板挟みにしていたのだと思いました。さらに、数年ぶりに再会した幼馴染も、私のことを忘れないでいてくれて、そして力になると言ってくれたことが、私を一気に吹っ切れさせてくれました。その後の私は仕事、そしてプライベートでも、ヤマトと何度か会うようになりました。ある時は、夕飯や弁当のおかずを作りすぎたと言って、唐揚げやナポリタンなどをお裾分けしてきてくれたり、ある時は、これでも食べてまた頑張れ、と、都内でも人気のスイーツを差し入れしてくれたり、またある時は、私を映画館や遊園地などに連れて行って、一緒に時間を過ごしてくれました。そんな、クールだけど優しく、しっかりした幼馴染のおかげで、私は、あの婚約破棄の一件で深く傷ついた心身を回復させていくことができました。そこで私はいつまでも彼からの好意に甘えてはいけないと思い、ある日、私の方から思い切ってデートを誘ってみたところ、ヤマトは2つ返事で OK してくれました。そんな嬉しさについ浮かれてしまったのか、私は何度もヤマトをデートに誘うようになり、そうしていくうちに自然と交際に発展し、数ヶ月経つとヤマトは私にプロポーズしてくれました。あの日、ヤマトが声をかけてくれなかったら、私はどうなっていたかわからない。そんなダメな私をヤマトが支えてくれた分、これからは私もヤマトをそばで支えていきたいと思いました。これからは俺がマリのことを支えていきたいと思う。結婚してください。ヤマトのプロポーズを私は笑顔で受け入れました。また、ヤマトから光一の話を聞いていて、私を心配してくださったヤマトの両親と妹も、私とヤマトの婚約を認め、私の両親や姉と共に盛大に祝ってくれました。こうして、光一との事件から数年が経った後、ヤマトという新たな婚約者を得た私ですが、トラブルは忘れた頃にやってくるとはよく言ったものです。
ある日、それぞれの仕事を終えて、今日は二人でディナーでも取ろうと思い、ヤマトと共に夜の街を歩いていたとき、なんと、光一と鉢合わせしてしまいました。おう、誰かと思えば、マリじゃないか。久しぶり。元気にしてた？光一。数年前、私の話を全然聞かず、一方的に私を罵って捨てた元婚約者の男。数年かけてやっと忘れたというのに、またこの男と出会うことになるとは。その時、初めて光一に会って首をかしげたヤマトが私にこう聞いてきた。マリー、もしかしてこの男が。ああ、うん。私としては会いたくも思い出したくもない存在。で、今更何の用？まさか昔話をしに現れたわけじゃないでしょ。ヤマトにそれだけ説明してから、私は目の前の裏切り者を睨みつけました。すると光一は、わざとらしく首をかしげて、笑いながら言ってきました。別に、特別な用なんてないけど、散歩してたら偶然マリと会ってしまっただけだよ。で、そっちは新しい彼氏さん？いかにも他人を見下した無神経な言動に、私はさらに怒りを感じて、口を開きながら前に一歩進み出たとき、ヤマトはにっこりと笑って光一に言った。どうも、元婚約者さん。お察しの通り、俺が新しい彼氏さんです。少しばかり嫌味が込められたヤマトの物言いに、光一は少しムッとしたが、すぐにまた人を見下した笑いを浮かべ、ヤマトにこう言い放ちました。へえ、そうなんだ。だったら、元婚約者のよしみで忠告してあげるけど、その女、年収300万の安月給だから、結婚するのはやめた方がいいよ。この後に及んで、まだ私のことをそう思っているのか。私は怒るよりむしろまた呆れ果ててしまい、いい加減に真実を教えてやるべく、再び口を開いたとき、なんと、ヤマトが私に代わってその真実を告げたのでした。マリの年収、3600万だけど。笑いを消した光一に、ヤマトはさらに言いました。あんた、マリが未だに年収300万だと思い込んでるみたいだけど、それはマリの月収で、年収は3600万。マリが何度も言ってたはずでしょ。嘘でしょ？ 3600 万とか絶対嘘だろ。どうやったらそんなに稼げるんだよ。嘘だと思うならそれでもいいけど、マリの仕事先について聞いたことないの？ヤマトが私の会社名を口にすると、光一は驚きのあまり言葉を失いました。それもそのはず、私の勤めている会社名を知らない人間はまずいません。数々の人気漫画やライトノベルを原作にした深夜アニメの制作に携わり、それらのゲームや映画などのメディアミックスにも関わったことで、超有名なアニメ会社でした。日本でも人気、規模、業績ともにトップの会社だからこそ、仕事はどれも忙しくハイレベルだが、反面月収は多くて300万にも届くとされており、私も必死の努力の末に300万にたどり着いていました。数年前に婚約破棄されたあの日まで、私は光一に何度もそれを説明しようとしたが、結局、光一の思い込みと話の聞かなさのせいで、うやむやになってしまったわけです。そうして、私に代わって、ヤマトから聞かされた真実に、顔を青ざめさせていた光一が、何を血迷ったのか、こんなことを言ってきました。俺、今でも愛してる。やり直そう。はぁ？マリなら、そのくらいできるって、俺信じてたよ。だから、今ならやり直して、
お前と結婚してあげてもいいぞ。私は、ヤマとともども呆れ果ててしまいました。すがすがしく感じられるこの手のひら返し。まさか、ここまで無神経で浅ましい男だとは。事前に光一のこの本性を知ることができて、結婚しなくてよかったと思うのも皮肉な話です。だからこそ私は迷うことなくこう言いました。もう後の祭りってやつよ。あなたは私と過ごした日々や思い出より金を取ったんだから、そんな男に上から目線でよりを戻してやるって言われても嬉しくもなんともない。いや、それはマリがそんな有名な会社で仕事してるなんて知らなかったから。ちょっときついこと言ってしまったけど、マリのためを思って言ったんだよ。ああ言えばこう言うとはよく言ったもんだね。それに言ったでしょ？後の祭りだって。私とあなたはあの日で終わってるし、私はヤマトと婚約してるんだよ。と、私は真っ向から丁重に断ったのだが、光一はその後、お前は運命の女だの、お前が立派な女になるのを待ってあげただの、わけのわからないことばかり言い出してきて、もう付き合いきれませんでした。だから、ヤマトが相手にしないでさっさと帰ろうと促してきたので、私はその通りにしました。ちなみに最後に一言、我を忘れてまだわめき続ける光一に、こう言い残してやりました。まあ、とにかく、逃がした魚は大きかったってことで諦めてください。わかったら、もう二度と私に関わらないでね。それじゃ、お疲れ様。その後、私とヤマトは無事結婚し、双子の娘という子宝を得て、今は幸せな生活を送っています。一方、光一はこの一件でプライドを傷つけられたせいか、私の会社にまでやってきて、警備員の制止も聞かずに暴れ込んだらしく、警察に通報され、不法侵入と器物破損で現行犯逮捕されたと聞きました。さらに、逮捕されたことで浮気相手にも振られ、友達もみんな離れていってしまったようです。そして、あの婚約破棄の一件で、実家にも絶縁されてしまったため、光一は金も家も頼れる友達も家族もいない四面楚歌の日々を送っているそうです。